こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。前からずっと言ってますけど、東京はまだまだ本当に暑い。昨日は33度でした。でも朝と夜はだいぶ涼しくなってきたので、昨日は夜エアコンをつけないで寝ました。まあちょっと暑かったけど、でも寝られないほど暑くはなかったです。少しずつ秋に近づいていることがわかりますね。そこで今日は秋についてお話をします。今日のショート動画見てもらえましたか？ショート動画でも少し言っていますが、秋は読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋と言われています。これはどういうことって思いますよね。そのお話を今からします。日本では秋っていうと読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、あとは芸術の秋と言われています。読書の秋っていうのは読書をする秋、食欲の秋はたくさん食べる秋、スポーツの秋はスポーツをする秋。芸術の秋は芸術を作ったり見たりする秋ということですね。でもこれらって一年中するよ。ね、一年中読書もするし、食べ物も食べるし、スポーツもするし、芸術が好きな人は芸術を見るし、一年中しますけど、どうしてじゃあ何々の秋っていうのでしょうか。まずじゃあ読書の秋についてお話しします。読書の秋。もちろん本が好きな人は一年中読書をすると思いますが、夏とか冬ってどうですか？読書ってしやすいですか？夏は暑いし、冬は寒すぎて、もうなんか読書に集中できないですよね。でも、秋は涼しいです。秋は涼しくて、すごく気持ちがいい季節ですね。読書がしやすいという意味で、読書の秋と言われているようです。じゃあ、春はって思いません？ねえ。秋には、秋の夜長という言葉もあります。夏が終わって冬に近づくと、暗くなる時間が少し早くなりますね。そうすると夜が長くなるという認識をします。秋の夜は長いということで、夜の過ごし方の一つとして読書という例を挙げているんです。秋の夜長、秋、長い夜には読書をしましょうということですね。そして次、食欲の秋。食べるのが好きな人は一年中食べますよね。私もです。私も秋だけと言わず、春から冬までずっと食べてます。ただ、秋っていうのはすごく美味しいものがたくさんある季節でもあるんです。例えば、さつまいもとか栗とかきのこも秋の食べ物ですね。もちろん一年中食べることができるんですけど、秋に採れて秋が一番美味しい食べ物です。だからよくお菓子やスイーツ、料理でも秋になるとさつまいもや栗を使った料理、あとはキノコを使った料理もたくさん出てきます。どの季節よりも美味しい食べ物がたくさんあるのが秋
だから食欲の秋と言われているようです。夏は暑すぎて食欲がなくなってしまう人もいますよね。でも秋は涼しくなって、そのなくなった食欲が戻ってたくさん食べられるようになる。それも食欲の秋と言われている一つの理由かもしれません。あと、スポーツの秋ですね。スポーツって、ね、体を動かすからとても暑くなりますよね。だから夏にスポーツをしてしまうと熱中症になりやすいです。でも冬は寒すぎて体が硬くなってしまいます。そうすると怪我をしやすくなりますね。秋は涼しいから熱中症になるリスクも少ないし、体もまだ寒くないから動けます。ちょうどスポーツがしやすい季節ということで、秋にスポーツをたくさんしましょうと、スポーツの秋って言われるようになったようです。なんかね、全部春を無視しているような気がしますが、春は何々の春という言い方ってほとんどしません。多分、春は、日本人は入学の季節、卒業の季節なので、かなりバタバタと忙しい季節なので、まあ、その、春には新しい環境になれるということが一番必要なことなので、何かするための春という言い方はないんじゃないかなと思います。あとは芸術の秋ですね。芸術の秋は、なんで秋に芸術って思う日本人もたくさんいます。まあ、芸術の秋と言われたのは、昔ある雑誌に美術の秋と書かれていたことが一つの理由だと言われているようです。それは多分、あの、その美術をたくさんの人に見てもらおう。ちょうど今から秋だから美術をたくさんの人に見てもらいたいという思いで言った言葉だと思うんですが、そこから芸術の秋という言葉が広まったようです。あと二つ目の理由としては、秋にはなぜか美術展などが開かれることが多いようです。その理由はちょっとわからないんですけど、まあ、秋は紅葉があったりするので、写真を撮ったり、絵を描いたりするのもとても気持ちがいいですよね。紅葉の写真を撮るとか、紅葉の絵を描くとか、アニメなどでも紅葉の木の下で何か絵を描いている場面が時々あります。やっぱり芸術といえば秋って思う人も多いのかもしれませんね。秋は年末に向かっているからなのか、ちょっと寂しい気持ちになるんですよね。でも、食欲の秋とか、読書の秋とか、スポーツの秋とか、芸術の秋とか、寂しくなる時間がないぐらい忙しいです。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋と言われていますが、人それぞれの秋もあるはずです。例えば、ゲームの秋とか、料理の秋とか、まあ料理の秋は食欲の秋とまあ似てますけど、まあ何でもいいです。秋にしたいことがあれば、それは何々の秋って何でも言えますから、秋って本当に短いですから、夏が終わって秋だと思ったらすぐに冬が来てしまいますので、その短い秋の間に何かやりたいですね。私は何をしようかな。食欲の秋はもちろんです。もちろん食欲の秋はもうね、私、さつまいも大好きなので、さつまいもを食べたいと思います。あとは、英語の勉強もうちょっと進めたいなって思います。
これがなかなか時間がなくてできないんですよね、英語の勉強。でもね、秋は夜も長いですから、英語の勉強もたくさんして、なるべく早く英語で日本語を教えられるようになりたいなって思っています。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければ、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。